が値上げしたのであなたの社会保険料も上げます。何を言っているのかわからないと思いますが私もわかりません。ありのままの事実だけを言います。JR が運賃を値上げしました。給料31万円の方の社会保険料は2977円上がります。もう一度言います。JR が値上げしたのであなたの社会保険料は上がります。なんでということで、早速詳細を解説します。JR 東日本の運賃改定やバリアフリー料金の導入をきっかけに注目されている手取り額が減ってしまう仕組みです。仕組み1、報酬の定義。社会保険料を計算する際の報酬には基本給や残業代だけでなく会社から支給される通勤手当も含まれると法律で定められています。2、標準報酬月額の決定。都道府県ごとに報酬の総額を一定の幅で区切った等級バケツのような区分が設定されています。これを標準報酬月額と呼びます。3、運賃値上げの影響。 JR の運賃が上がると会社から支給される通勤手当の額も増えます。本人の財布に入る利益が増えたわけではありませんが計算上の報酬総額は上昇します。4、等級の跳ね上がり。報酬総額がわずかでも増えたことでこれまでの等級の境界線を越えて一段上の区分に判定されることがあります。5、社会保険料の増額。等級が一段上がると健康保険料と厚生年金保険料の徴収額がセットで数千円単位で増加します。6、逆転現象の発生。通勤手当の増額分数100円程度よりも社会保険料の増加分数1000円程度の方が大きくなるため結果として振込額手取りが以前より減ってしまいます。事例1、国民民主党の指摘。深作ヘス議員は国会質疑において通勤手当が月710円増えただけで社会保険料が月約3000円も増えてしまう具体的な逆転モデルを提示し制度の不条理を訴えました。2、所得税との二重基準。所得税の計算では通勤手当は月15万円まで非課税経費扱いですが社会保険では労働の対償苗として合算されるというルールの矛盾が批判されています。3、高市首相の慎重姿勢。制度改正を行うと全体の保険料率を上げる必要が出てくることや徒歩や自転車で通勤し手当をもらわない人との公平性が保てなくなるという懸念を示しています。4、現行制度の限界。かつて運賃が安定していた時代の仕組みがインフラコストの急激な上昇という現在の物価高局面に対応しきれず国民の負担感を強める結果となっています。法人税。実は非常利益法人税にも影響します。1、法定福利費の増加。社会保険料は労使で折半して負担するため従業員の保険料が上がれば企業が支払う法定福利費というコストも自動的に増加します。2、給与等引き上げ促進税制への影響。賃上げを行った企業に対する税額控除制度において通勤手当の増額分が給与総額に含まれるかどうかで減税措置の適用判定に影響が出る可能性があります。3、損金参入による節税効果。社会保険料の会社負担分は全額が損金経費として認められるため利益が出ている企業にとっては法人税の課税対象となる所得を圧縮する効果があります。4、営業利益の圧迫。実費の補填である通勤手当とそれに伴う社会保険料負担の増加は売上を伴わないコスト増であるため本業の儲けを示す営業利益を直接的に減少させます。5、キャッシュフローの悪化。法人税の支払い額が減る効果よりも毎月の社会保険料という現金支出が増える負担の方が早いため企業の資金繰りにはマイナスの影響を与えます。6、リモートワークへの転換加速。通勤費に連動して社会保険料負担が増えるリスクを避けるため一律の適代支給を廃止し実費生産や在宅勤務手当への切り替えを検討する企業が増える要因となります。企業への影響。1、中小企業の資金繰りへの打撃。利益率の低い中小企業にとって一人当たり数千円の社会保険料負担増であっても全従業員分を合わせると年間で大きな固定費増となり経営を圧迫します。2、人件費予算の狂い。年度当初に立てた予算に対し運賃値上げという外部要因で社会保険料という法定コストが変動するため計画的な経営が難しくなるという側面があります。3、賃上げ余力の低下。本来なら基本給のアップに回せたはずの原資が意図しない社会保険料の会社負担増に消えてしまい従業員への還元が難しくなるという矛盾が生じます。4、企業の防衛策。一部の企業では適代を3ヶ月や6ヶ月の長期で支給することで社会保険料の改定随時改定に該当しないよう工夫するなど事務負担を増やしてでも防衛する動きが出ています。年金への影響。なんとわずかに増えます。1、報酬比例部分の計算。将来受け取る老齢厚生年金の額は現役時代の報酬額標準報酬月額に基づいて計算されます。通勤手当が増えて標準報酬月額の等級が上がればそのわけ将来の年金額も計算上は増えることになります。2、受給額の増加幅。標準報酬月額が1段階例えば2万円分上がった状態で1年間キープした場合将来受け取れる年金額年額の増加は現在の数式に基づくと年間で約1300円から1500円程度のプラスになります。3、負担と給付のバランス。年金額がわずかに増えるメリットはありますが現在支払う社会保険料本人負担
を取るには受給開始から20年以上生きる必要があるという試算もあり、足元の手取り減少を補うには不十分との見方が強いです。4、在職老齢年金への影響。65歳以降も働きながら年金を受け取る場合、給与標準報酬月額と年金額の合計が一定基準2026年時点の支給停止調整額を超えると、年金の一部または全額がカットされます。通勤手当の増額が、この支給停止の引き金になるケースも考えられます。5、障害年金遺族年金への反映。万が一の際の障害厚生年金や遺族厚生年金も、算出の基礎となるのは標準報酬月額です。本意な形であっても等級が上がることは、これらの保証額がわずかに底上げされるという側面を持っています。6、マクロ経済スライドによる調整。現行制度では、物価や賃金が上がっても年金の伸びを抑える調整が行われるため、保険料負担が増えた分がそのまま将来の購買力として還元されるわけではないという制度上の懸念も残ります。問題の発信。1、不合意な参入。通勤手当は、会社員が仕事に行くために支払う実費経費の穴埋めに過ぎません。自分の利益自由に使えるお金が増えていないのに、税金のような保険料の計算に入れられる点が、国民の納得感を得られない最大の要因です。2、手取りの逆転現象。JR の運賃が数百円上がっただけで、社会保険料の等級が1段階跳ね上がり、月に数千円も手取りが減ってしまうという支払った以上に損をする逆転現象が起きています。3、制度の二重基準。所得税では通勤手当を非課税所得ではないとしているのに、社会保険料では報酬所得として扱うという、国の中でのルールの不一致が放置されています。4、インフラコストの転嫁。エネルギー高騰による鉄道会社のコスト増が、巡り巡って社会保険料の増額という形で、利用者の生活を二重に圧迫する構造になっています。5、政府の硬直した姿勢。高市首相は公平性を理由に現行ルールの維持を示唆していますが、物価高の中で手取りを増やすという政権公約と、目の前で起きている手取り減少が矛盾していることが批判を強めています。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録お願いします。